まずアップで重要なお二人にやってほしいメニューをやります。まず開脚してください。つま先上ですね。このつま先を内に向きます。外に向きます。内に向きます。その時にお二人とも傾向あるのが膝がやっぱ浮いてしまう。だからフィジカル的に、まだ柔軟性が足りないし、可動域をもっと出していかないと下半身が上手に使えません。だし、こう見てもらったら分かるみたいにこうね、線一本の棒が内行ったり横行ったりとかした時に、あともう一つ言えるのは骨盤が出ちゃうね。今こう立っとかなあかんねんけど、骨盤はこう寝ちゃったと使えへんよ。でピッチングの踏み込みっていう時には踏み込み前に出すから当然足で開かれるやんか。それ開かれた時にそれぐらいの可動域しかないとどうしても適切な動きは取れないので、この動きめちゃくちゃ大事ですよ。ここ私の見てもらったら膝の裏はほぼ地面についてますよね。力抜いた状態で骨盤も立てた状態でそもそもこの動きが難しいっていうことは、足開いた時にはもう上半身しか使えなくて、まずこれ1個目ね、もっとやってください。いいよ、やっといて。ここが浮いちゃうよ、このスペースね。骨盤もむちゃむちゃ寝てるの。横から見たら分かる。あれこれがもっとこう寄ってこない。骨盤が立たない。それで、よく前に倒してストレッチやる動きあるよね。その時に前やって、手を前に伸ばす時に丸まった状態で行こうとしてしまった時に骨盤ってどうなる？肩甲骨が前に出たら骨盤って寝るんですね。で、骨盤立たす時には肩甲骨はどういう状態？まっすぐか、もしくは内に入っててもいいぐらい。ほなら何を地面につけに行ったら一番股関節は立つ？お腹とか胸なんね。お腹から曲げれたらそれはそれでいいかも。だし、この状態からさっき言った話で言うと、腕を前に出しちゃうと肩甲骨は前に出るし、股関節は出るし、これじゃあ丸まってるだけやね。というよりかは胸は前に出して骨盤だけでこの状態からこういっちゃう。ほんならこの腰見て、横から見てもらっていい？腰ね。こうやったら股関節、骨盤寝ちゃってるやつね。これはこうやったらこの状態を要は大事に、要は体を倒さないと本来のストレッチになってない。日頃ストレッチやってると思うんですけど、あんまり効果がないやり方をやってる。だから今2人やってもらって胸をとりあえずつけようとして、別に全然地面から離れててもいいし、この状態でも後ろから見たら分かるけど肩甲骨までぐーっとついちゃう。この状態でもう動きで言うと立った状態でね、こういう状態か。この状態ってさ、どう？この状態で踏み込みに行ったらやばい。だから今足を開いてるってことはピッチャーがこの踏み込みに行くこの状態と一緒やんか。この時にこうなってしまったら投げれる？だから足を踏み込みに行くっていう時には骨盤立っとかないといけないし、当然肩甲骨はこうなってると投げれへんから、
肩甲骨でさえ中に入っとかないと胸郭を失わないから、そもそものそのフィジカル的な課題に今挑戦してもらってます。はい、もっといこう。正しいやり方を身につけて正しくストレッチやらないと、さっきと聞いてるとこちゃうんでしょ。ああ、まだ腕で行こうとしてんな。どこでした？そう、胸出して、胸を出して、顎出てるんちゃう？胸を出して、胸。こういう状態、こういう骨盤立ってね。そう。で、ここの胸をつける。後ろでもいいぐらい。こう、そうそう。で、顔も触るで。ちょっと顎。ここです。これが硬さやで。力抜いて。で、力入ると柔軟性は筋肉引っ張り合っちゃうから、力抜いて、もっとつけて抜いて。で、頭じゃなくて胸を。基本的なストレッチやけど、これができないとなかなか次のステップしんどい。意外に小中学生ちゃんとできてない人多いから。さっき言ってたお腹の意識でもいいよ。お腹の意識でも胸の意識でもそこを倒しに行く。でもうおっさんになってしまって無理やけど、現役の時は顎とか胸とか普通についてたから、この状態でもう無理や。力加えるやつをつけてた。こんなおっさんでも自分ら柔らかい。ほんまに必要だ。胸をつけるけど、こうじゃなくてこうじゃなくてこう。これが寝てる状態ね。肩甲骨前にやって骨盤できる状態。これが肩甲骨立って肩甲骨が動きやすい状況なんです。この状態から肩甲骨めちゃくちゃ動きづらい。胸郭も知らないし、骨盤立てたら肩甲骨動け。正しい姿勢を取れるようなフィジカルをちゃんと作っていかなきゃね。はい、やって。また次のメニューもあるから。1個目はもうこの内に向けてね、外に向けてね、だけやったやろ。これでまあこの周りをほぐしてもらったやから、今度骨盤立てて胸こうつけてる感じね。で膝浮いちゃうよ。痛くてな。いやいいけど、ポイントはちゃんと頭に入れてこの後やっていかんと。顎をつける。胸をつける。お腹をつける。はい、ほな次行くで。3つ目のメニューです。最初内向けて。で、外向けて。今度は股関節をこの状態のまま入れ替えるように。後ろ向けて。で、この後反対側。膝を立てた状態でこうやりやすい。やってみて。だからもっとしっかり立てるか。この股関節周りやってはずね。でこれが例えば伸ばした時にやりにくさがもっと出てきたらどんどんやって。イメージはこの膝が地面につくような状態のまま回していく。そう、ここの膝見といて。ここ回らんとこっちも来てるぞ。こういうの扱いをしたいわけ。そう、どんどんいってや。そう。
で、ステップ1では上半身は一緒に回してしまったらいい。こう回ってたらしっかり回してしまう。で、反対側。もっと回す、もっと。で、股関節が回るから上半身がくっついてくる感じ。これもごまかししまったらあかんくて、股関節が入れ替わるから上半身が回ってくる。で、股関節回らないからこうする選手とかはちょっと本末転倒。上から行こうしね。股関節入れ替わるから上もついていくね。はい。まあ、上半身は自然にねじってったらいいかね。ワンステップでね、ワンステップ。2ステップ目いきます。今の動きをむちゃむちゃ速くやって。むちゃむちゃ速く。もっと速く。上半身回して、上半身回して。ストップ。その状態から慌てて反対側に行かなくていいから、その状態からトップスピードで反対側まで股関節入れ替える。今これ休憩の時間でいい。要はここまで来たらすぐこっちに行かなくてもいいから、ここまで行ったら行ったで止まっといて、こっから早くバーンってこっちに。はい。で、もっと早く、もっと早く。遅いよ。もっと早く、もっと早く。そうそうそう。これさ、今投げ方の練習をしてるわけでしょ。ピッチング動作によるとこの動きはどこに入ってるの？じゃあな、要するに左足を踏み込みました。足開いた状態やんな。で、ここから要するに股関節が早く回らないと上はついてこないから、結局上で頑張るしかない。だから今もっと早く動かさないと、結局上で頑張るしかない。はい、もう一回こう。投げる時の股関節の動きやって意識して早く動かすの。ちゃんと。で、この時にちょっと意識してほしいのは、膝やっぱりさ、伸ばしたまんま、ついたまんま回す方がいい。膝上げる方がやりやすい、やりやすい。じゃなくて、そっちの方が効果が上がる。その時に、グッと入れて、グッと。これ、グッと入らないと、投げる動作の時にどう？そう。踏み込み足一本に体重乗っけられるんですな。そこを意識しよう。投球動作の練習を今ストレッチの中でやってるわけだ。膝が浮いちゃうのはもう体が硬いからしゃあないし、そこはさっきのストレッチとかさっきやってたメニューで可動域柔軟性だ。次終わった？ほな今度はこの状態で上半身回っていってたやろ。今度上半身回さずやって、今の動き
そうそういうそう最初ゆっくりでいいし最初ゆっくりそうこうなってくると今どこの動きになるピッチングフォームにおいては投げ終わり惜しいな投げ終わり惜しいなどっちかっていうとさっきは股関節を回した時に上半身ついてっていいよって話じゃんかでさっきやってた股関節を回した時に上半身ついてっていいよっていうのが投げ終わりのポイントやね今は上半身はまっすぐした状態で下半身だけ動いてくださいから要するに踏み込んでいく直前にはもう下半身回りやんかその時に体が残る方がいいからいわゆる捻転差ってやつやんな捻転差はいるよって聞いたことない要するに下が回った時にこうじゃあかんしたんだよちょっとやっぱ上半身は脱力してるから遅れていくんやけど結果的には今の動きもできなかったらピッチング動作の中で捻転差が生まれないっていうことねこれは左足踏み込み足が着地をするちょっと手前から着地をする時の動きの練習はいどうぞこれ投げ方の練習やでこれその時に上半身は力まない方がいいよそう最終ゆっくりでいいからちょっと動き慣れてきたら早く行くよ早く骨盤立てるまだ慣れないと思うけど早くやってみようかさっきと同じ要領でもうそこ休憩の時間でいいからこっから次反対側に向けるときにもうトップスピードでいってほしい下半身を早く回す方がいいそうこれは逆に股関節にグッとはめに行く必要ないからなんでか言ったら腰を回す最初の動きやから回りきる必要ないの最初のステップだけじゃあ早くそうほらちょっと整理すんで今やってたやつな1種類目は開脚しました何した最初はつま先内向けました外向けました内向けました外向けましたねその時に膝なんか浮いたらダメだよって話だね今度これを前に倒していく時は手を前に出して肩甲骨が前に出て骨盤が寝てる状態でやっても何も意味ないよと骨盤立ててくださいねで胸は張ってくださいね肩甲骨は自由な状態作ってくださいねこの上で胸やお腹がつくようにいかんと意味ないよとそういう話よねそうやってるこれが2つのメニューね硬いのはしゃあないし今後どんどんやっていくねでその後のメニューは2種類目のやつだそれやんな膝が浮かんように最初は上半身をしっかりついていくこれ投げ終わりまで意識してねここの時にしっかり入らないとそうピッチングの腕のピッチングを高くなるはいねでこれを段階踏んで早くしてねっていうステップがあるんだよねで次は上半身は前に置いたまんまこの動きだけでいいよまたこれもちょっと使い方変わるからでこれも
上半身クーって頑張ってやると本末転倒やし、上半身力抜いた状態で要は下半身がいったらね、ほなこれ捻転が生まれるから。はい、ほな一旦休憩しましょう。水分取ってください。はい。